はい、皆さんこんにちは。機械系男子の木内です。今回はですね、宿野かほるさんの書かれたルビンの壺が割れたを紹介しようと思います。この本はですね、ちょっと前にすごい話題になってた作品で、新感覚の心理サスペンス小説、今まで読んだことがないっていう感じのサスペンス小説になってます。実際にもですね、僕も読んでみて、ミステリーなのかなって思ってたんですけど、やっぱ最後の一言でね、結構これは新しい感覚だなっていう、かなりインパクトはね、最後はすごい強いですね。で、この、あらすじとかをいろいろ紹介したいんですけども、あんまりね、話しすぎると、結構ネタバレになってね、面白さが減っちゃうんですけども、最初ですね、男性目線の主人公が、ある女性の方を見つけるんですね。Facebook にある写真で。そこら辺のちょっと最初のところだけ抜粋すると、その写真に写ってる人がですね、その男性の主人公からした時にどれだけインパクトがあったかっていうのが分かる一文が、拡大した写真を見た瞬間、思わずあっと声を上げた。そこには28年前に亡くなった騎乗の顔があったからですっていう感じで、最初ですね、誰かを見つけて、突然ながらメッセージを送らせていただきますと。で、そのメッセージを送ってる相手は、男性の主人公からしたら、28年前に、勝手に亡くなったと思い込んでた人なんです。で、その人の顔が、ついこの間の Facebook の写真にあったと。いうので、やっぱりいても立ってもいられずメッセージをしたみたいな、そんなとこからね、始まるんですね。ちょっとですね、そこについて補足をするとですね、実際にはね、死んでないんですね。何日か経った後にまたメッセージを送って、ごめんなさい、勝手に記事を殺してしまってっていう風なことを書いてて、やり直せるものならやり直したい。心からそう思いました。そして、やり直すとしたら、貴女と挙げるはずだった結婚式の日からです。あの日、貴女は式場に現れませんでした。ということで、要はですね、28年前に、貴女と結婚する予定だった男性、その日ですね、結婚式の日に、相手の女性の人が来なくて、それ以来ですね、もう連絡が取れない、どこに行ったかもわからない、行方不明みたいな感じですね、男性側からしたら。つまり、勝手に男性側の中ではもう亡くなったものというふうに勝手に思い込んでたわけですね。ただね、ちょっとね、実際には少し矛盾があってですね、数年前に貴女が結婚した噂を聞きましたみたいな、そういう話がね、どっかしらに書いてあって、貴女が死んだと思ってるのは、要はちょっと誇張なわけですね。私の前から姿を消したあなたってことで、勝手に存在を消してたみたいなものなんです。で、そこからですね、どんどん男性側と女性側のですね、メッセージのやり取りが続いていくんですね。昔28年前の大学生時代を思い返して、懐かしいですねみたいな感じの話が繰り広げられていくわけですね。で、女性側のですね、最初の方のメッセージ1個だけ抜粋すると、実はですね、男性側が最初にね、3回ぐらいメッセージを送ったんですよ。でも、返信がなくて、3回目か、3回目か4回目で初めて女性側から返信が来たんですね。なんでその4回目まで返信しなかったのかって分かる一文が女性の最初のね、文に書かれてて、ただ、正直に申し上げますと、送り主が本当に水谷様なのかという気持ちもありました。水谷様ってのが男性側の名前ですね。でもしかすると誰かが水谷様の名前を語っているのではないかと思ったのです。ここがね、結構その女性の疑心暗鬼ですね。男性側からしたら確かに28年前に亡くなってる。で、女性側からとしても、その男性側からメッセージが来るなんてことを全く思いもしてないわけですよ。なので最初はすごい疑ったと。実際には本人じゃなくて、誰かがね、私を探し出すためにみたいなね、ことで、なりすましてんじゃないかなみたいな。そういうね、ちょっとね、影みたいなものが見えるんですね。28年前の結婚式の当日に姿を消したっていう女性。その女性もすごい謎が残ってますし、男性側から見つけられるっていうことを予期してなかった。男性側からメッセージが送られてくること自体、女性側からしたらすごいびっくりした話なんですよ。その理由がちょっと書かれてるのが、その男性は全然 PC とかネットワークにすごい疎くてですね、インターネットなんか触れるような人じゃないと。その28年前の記憶では。だからこそ、あなたじゃないと疑ったっていうふうに書かれている。でも実際にはですね、今読み進めていくと、だんだんとですね、2人のですね、闇というか謎が明かされていって、その男性側からメッセージが来ないものと思い込んでた。その理由が分かってくるんですね。そこら辺もですね、結構面白い感じになっていくかなと思います。で、タイトルのですね、ルビンの壺が割れたっていうのは、ルビンの壺っていうのが、ここの絵にあるようにですね、壺にも見えるし、人の顔がね、2人向き合ってるみたいにも見えるような、それがね、ルビンの壺っていうことなんですけども、実際に僕はですね、この最後の最後まで、このルビンの壺が割れたの、ルビンの壺っていうタイトルを全然意識してなくて、最後ね、解説にちょろっと書かれてたんですけども、その見方によって、壺に見えたり人の顔に見えたりってことで読み手の見方によって、その印象が異なってくるっていう解説をされてて、
これはね、すごいいい解説だなって思いましたね。全然僕はね、意識してなかったんですけども、あとね、もう一個解説に書かれてたのが、この本は万華鏡みたいな本だっていう風に表されてて、すごいね、それがぴったりきた。もうなんかね、男性側からのメッセージ、女性側からのメッセージがね、どんどん交互に来るにつれて、なんかその、言うなれば、男性側からのメッセージで女性側の闇が暴かれるっていうか、実は28年前に私はそれを知ってましてみたいな、なぜかよくわかんないけど暴露してくるんですよ。暴露って告白みたいなもんかな。28年前は知らないふりをしてたけども、実はあなたがこういうことをしてるってことを知ってましたよみたいな。で、私も、そんなことを知られてると知りつつも、あなたがこういう人だってことを知ってましたみたいな。なんかね、どんどん形勢逆転していくみたいな。変な話なんです。その印象が本当に変わっていくんですよ。だからね、ルビンの壺っていうね、その壺なのか、人の顔なのかみたいなレベルじゃなくて、万華鏡みたいに印象がね、ゴロゴロ変わっていくんですよ。そっちの方がね、すごい僕はしっくりくるような表現で、万華鏡みたいな本だと思ってください。メッセージが送られてくるたんびに、形勢っていうと変だけども、男性側に持ってる印象と女性側に持ってる印象が少しね、なんか逆転したりとか、逆になんか情が湧いてくるとかね、読んでる側の気持ちがね、どんどんコロコロ変わっていくっていうのが、面白い新感覚のサスペンスだったかなと思います。最後の一文ですね、本当にね、インパクトは強いんですけども、最後の一文ばっかりを気にしてると、その途中の万華鏡みたいなね、シーンがどんどん印象がコロコロ変わってくるところはね、楽しめなくなっちゃうので、確かに最後の一文はすごい、確かにインパクトでかいんだけども、結構ね、僕はね、メッセージのやり取り自体がね、楽しかったので、そこら辺もね、楽しみにして読んでみてほしいなと思います。はい。それではですね、今回は、宿野薫さんのルビンの壺が割れたを紹介させていただきました。ぜひですね、気になった方、新感覚の、サスペンス、心理サスペンス読みたいよっていう人は、ぜひ読んでみてほしいなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。